今日は酒も前にしてやってみたいと思います。ここは裏座。裏座というと裏の座敷と書くわけだけど、沖縄の一応家の形式の、典型的な形なんだけど、1番座2番座3番座ってあって、その後ろの方に裏座の1番2番3番があるわけですよね。裏座というのはいわゆるそうだな、その子供が成人すると、成人前かなぐらいからそこを使うことができるわけだけど、まあ家族が多いと34名このね中にこの裏座に入ったりもするわけだけど、裏座はまあいわゆる青年男女が、自分がなんていうかなそのまあ自由にできるところということで、この裏座を中心にさまざまな恋も生まれたわけです。また同時にやぐさみ者とか言って、なんだな、ちょっとその事情があって一人でいるとか、あるいはなんかどっかね、外で、挫折したり怪我したり、そうした時に親元を頼ってこう来る時にこの裏座で囲われて、でこの裏座というのは僕がその記憶あるのには、その裏座で三線がよく弾かれてて、これがこのなんていうかね、その長じてこの裏座で弾く三線は、サビビチであるとか、あるいはそのヤグサンビチであるとか、こう殴ってみというか、こうゆっくりこう切々と歌う、そういうものをこう裏座でやる。これがこの裏座というのは大体その戸柱は板でできてるわけだから、節目が大体あって、そこからね音が漏れて、外から、何かの拍子に帰る時にそこから、漏れる音が聞こえた。これが実にまた三線のなんか良いことをとってもなんかね感じさせるものであった。今日はこの裏座で、裏座のこの雰囲気とか、まさにこっちは裏座なんだけど、ここでまたなんかね、ああいうふうな感じの歌の歌い方をやってみたいなと思って、今回は国の花。はい、歌詞の解説と言いましょうかね、私がこれ考える捉え方です。国の花。親の住みなちる枕わねしてて、軍人の里と縮り差しが、秩父や里がたゆい。と親の住みなちるってのは、その親がそのなんていうかな、その決めてる、いわゆる、言い名付けてこの親同士が決定したね、いわゆる夫婦になるというふうに決めたそのちぎり、それは枕わねして、枕というのは、一緒に寝るという意味ですから、寝屋を一緒にするということは夫婦になるという意味ですね。だからそれを捨てて軍人の里と縮り差しがと。でこの軍人の里と縮りした状況はよくわからんけど、少なくとも軍人である彼氏と好きな人と、恋を全うしたということですね、これはね。それで、秩父や里が頼りを聞きたい、彼の消息を知りたいということなんだけど、ということはつまり聞けてないということに、里や白くむい風ふちるままに生や福満の草場枕、国の花でものわんやなかん。あの人は白い雲が風に吹かれるように、吹かれるままに言ってる。これはその軍人ですから、軍事的な理由で自分の意思とは関係なく、その、どこかね派兵されているという意味ですね。で福満の草場枕といったら野営してるわけです。草場っていうのは草を枕にしてるってことだから、
野宿してるわけですよね。国の花でもぬわんやなかん。国の花だから。国の花というのは、よくそのね、軍人は散る時には潔く散ると。武士もそうですけど、潔さをよしとした、旨とした。だから桜が散るように、必要な場面で任務を帯びて潔く散るのが良いんだというふうな、考えがあったわけです。だから国の花だから私は泣かないよと。あの人は国のために死ぬんだからと、そういうふうに詰めて思っているわけですね。私は泣きませんと。3番シンディハナリティンイミジアラサツメイミシジコミシティシラチタボリ国の花でもぬワンヤナカン。シンディハナリティンというのは、つまり遠く離れていてもということですね。それからイミジアラサツメ、夢でもって会うこともできるし、夢を見ることもできるでしょう。その夢の中で夢をイミシジクミシティシラチタボリと。このイミシジクミシティ、イミシジクというのは刺激というのは、つまり繰り返しとか、あるいはたくさんという意味になるわけですけど、夢をたくさん見せて知らせてほしい。この知らせてほしいというのは、彼の消息を、状況を知りたい、だから知らせてほしいという見方と、もう一つは、私がこんなに切ない思いしてるんだ、自分がいかに辛いか悲しいか、それを伝えてほしい。両方の取り方ができなくもないと思うんですけど、やはりここでも国の花だから私は泣かないと海外しく意地を張ってます。はい、じゃあ歌ってみます。親の隅なちえる枕はねしててや軍人の里と縮り差しが父もさやさとがたよい里やしらこのい風とちょろままによ名前ふこまんの草ばまくら国の
意味深人口にして白ちたぼり国の花でも真夜中というふうにでした。この国の花というのは一緒になり立ててのつまり新婚のというかある場合によってはまだ結婚もしてないのかもしれないそういう人たちがその引き裂かれて、その時にその体ごとこの悲しみの真っ只中でね、その思いをこうそれが歌になったという形なんだけど、こう国の花でもぬわやなかんとこう非常にそのなんかそこでね泣くまいというその頑張ってるその彼女遠く離れてる愛する人をこうずっと思ってなんかねこれこそなんかね、反戦家として多くを言わないけど戦というのは今も起こってるけど非常にむごいものであらゆるものを分断して引き裂いてしまう破壊してしまう、国の花にこういうことを思うわけだけどさて今回歌を歌うにあたって一点作品を選んでなんかそのこともちょっと紹介しないといけんなと思って選んだのがこの「終わりのない贈り物」っていうタイトルの絵なんだけどこれは随分前の1992年に描いた絵なんだけどこれはねこれ描いたその元というかは台風の中で例えば海に通ずる道とかあるいはなんかその緑深い森の中の道とかの両方の木がこう揺れてこう触れたり離れたりとかしきりにやるわけですよ。それがこの男女の関係性に似てる気がしてずっとこれは、手をつないでまた離れてまたつないでということをこう繰り返しているような絵に見えてこの絵を描いたんだけどこれがなんかこの国の花のこの根幹にある人がその愛する人を求め続けてそれがそのカナンの時のこの悲哀というかなんかそれに通ずるような気がしてねこれ選んだわけです。皆さんどう思われたでしょうか。ということで今回はこの辺でさよなら。さよなら。